今日も元気なのだ。動画のナビゲーター、ずんだもんなのだ。今日、ずんだもんがみんなに紹介するのは、カリブ海に浮かぶ常夏の国、ドミニカ共和国なのだ。実はね、ドミニカ共和国にはとっても意外な秘密があるのだ。なんと、国の国旗のど真ん中には、聖書が描かれているのだ。すごいのだ。国旗に聖書が描かれているのは、世界で唯一ここだけらしいのだよ。びっくりだよね。今日はそんなドミニカ共和国のニュースを全部で3つお届けするのだ。中でもずんだもんが特に注目してほしいのが2つ目のニュースなのだ。ママ、マミと必死に呼びかけ、フェミサイドで殺害された母親の遺体を持ち上げようとしていた子供たちという胸が締め付けられるような記事なのだ。幼い子供たちが亡くなったお母さんを必死で起こそうとしていた本当に悲しい事件なのだ。それからこの動画が良かったら高評価とチャンネル登録もどうかよろしくお願いするのだ。よし、それじゃあ早速ドミニカ共和国の今を一緒に見ていくのだ。ドミニカ共和国って聞いたことあるかな？カリブ海に浮かぶヒスパニョーラ島の東半分を占める太陽と音楽にあふれた国なのだ。首都は新世界で最も古い都市サントドミンゴだよ。歴史を少しだけ話すと、ここはクリストファー・コロンブスが初めて上陸した地なんだ。長い独裁時代を経て今は民主的な共和制国家として発展を続けているのだよ。人口は約1100万人で陽気な人々が多いのが特徴なのだ。経済の中心は観光業で美しいビーチやリゾートが世界中から人気を集めているよ。砂糖やコーヒーといった農業も盛んなのだ。そして何といっても野球の国、メジャーリーグで活躍する選手をたくさん輩出しているのは有名だよね。メレンゲやバチャータといった情熱的な音楽もドミニカ共和国の文化に欠かせない要素なのだ。最近は持続可能な観光にも力を入れていて、自然と文化を大切にする取り組みが注目されているのだよ。陽気なカリブの国、ドミニカ共和国、一度訪れてみてはいかがかな。一つ目のニュースなのだ。ブレンダリスは帰らぬ人に、プエルトプラタの地域社会を揺るがすフェミニサイドという記事なのだ。2025年11月7日夜、プエルトプラタのインベルトで24歳のブランダリス・カスティージョ・パディーヤさんが元恋人に殺害されるという悲しい事件があったのだ。ブランダリスさんは働いていた宝くじ店の前で元恋人のヘラルド、通称ティテに突然3度刺され病院に運ばれたけれど命を落としてしまったのだ。2人は最近別れたばかりだったのにヘラルドは別れを受け入れられずブランダリスさんをストーカーしていたみたいなのだ。ブランダリスさんには幼い子供が2人いてこの事件で母親を失ってしまったのだ。犯人のヘラルドは今も逃走中で警察が一生懸命捜索しているのだ。この事件はドミニカ共和国で2025年にすでに50件以上も報告されている女性に対する暴力、つまりフェミニシドの一つなのだ。女性殺害は単なる統計の数字なんかじゃなくて、地域や家族、そして母親を失った子供たちに深い傷を残す、とても痛ましい出来事なのだ。このような悲劇が繰り返されないよう、みんなで考えていかなきゃいけないのだ。二つ目のニュースなのだ。ママ、マミと必死に呼びかけ、フェミサイドで殺害された母親の遺体を持ち上げようとしていた子供たちという記事なのだ。ドミニカ共和国のグアチピタ地区で21歳の母親エリアニー・ロドリゲス・プエージョさんがパートナーのホセ・ルイス・ビロリオに殺されちゃったのだ。なんと6歳と2歳の幼い子供たちが刃物で亡くなったお母さんの上にいて、ママ、ママって必死で起こそうとしていたのは本当に悲しい事件なのだ。親族の話では、お母さんはパートナーに家から出ていくように何度も頼んでいたそうなのだ。パートナーが他の女性を妊娠させたことが原因だったみたいなのだ。犯行後、パートナーは警察に電話しただけでなく、家族にも連絡して証拠を隠すようなことを頼んでいたみたいで、
とても許せないのだ。容疑者は自傷行為をしたから、今は病院で警察に見守られながら治療を受けているのだ。警察と検察がこの悲しい事件をしっかり調べているところなのだ。お母さんの親族はこの事件がうやむやにならないよう当局に強く求めているのだ。3つ目のニュースなのだ。米国最高裁、トランプ氏の食料支援プログラム支払い停止を容認という記事なのだ。ドナルド・トランプ大統領が食料支援プログラム SNAP への支払いを一時的に停止することがアメリカ最高裁に認められたのだ。これは下級裁判所が政府閉鎖中でも SNAP に全額資金を供給するよう命じたのを一時的に止める措置なのだ。最高裁のジャクソン判事が強制的停止を出し、ロードアイランド州の裁判所命令を差し止めたため、11月分の支払いを確保するために40億ドルを移転する必要がとりあえずなくなったのだ。この一時的な決定で控訴裁判所が政府と食料支援擁護団体の争いを検討する時間ができたのだ。この措置によって基本的な生活を SNAP に頼る約4000万人の受給者は不安な状況に置かれているのだ。農務省は訴訟が続く間は緊急資金で部分的な支払いを行うとしていたのだ。この問題はアメリカ史上最長の政府閉鎖における主要な法的争点の一つとなっているのだ。トランプ政権は議会が資金を割り当てていない限り資金を執行できないと主張し、最高裁に訴えたのだ。今日のニュースはどれも心に響くのだ。陽気なドミニカ共和国で幼い子供まで巻き込むフェミニサイドの悲劇は本当に胸が痛むのだ。女性への暴力は絶対に許されないのだ。遠いアメリカの食料支援停止も弱い立場の人々を苦しめる可能性があるのだ。それぞれの場所で起きている助けを必要とする人々の声にみんなで真剣に耳を傾けて考えていきたいのだ。こんにちはなのだ。この番組では世界のあまり知られていない国や地域からちょっと不思議でちょっと感動するニュースをお届けするのだ。日本ではあまり話題にならないけど、世界には僕たちが知らないままの出来事や優しさや驚きに満ちた物語がたくさんあるのだよ。テレビでもネットでもあまり見かけないけれど本当はもっと伝えられるべき小さな世界の声、そんな声を僕と一緒に見つけに行くのだ。さあ、一緒に知られざる世界の旅を始めるのだ。